盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養成4代目北谷隆一です。今回のテーマは台風対策ということで、過去ね僕のチャンネルでも台風のお話は何度もしてるんですけども、これから台風シーズン、来る可能性がある季節ということで、念押しというか、そんな感じの動画にしようかなと思います。その前に少しだけお時間ください。今無料のメールマガジンやっております。メールアドレスを登録するだけで定期的にねこういう YouTube で僕が喋った内容を分かりやすい文章にして読んで勉強になるというような、そんな感じのメール届きますので、よかったら概要欄から、探していただいてメールアドレスで登録してみてください。無料ですんで、もしよかったら。はい、では本題に戻ります。台風シーズンね盆栽にとっては台風はかなり難敵というか天敵というか、良くない、天気の状況なんですけども、雨はいいんですよ。少々長い雨が降るのはね水かけせんでいいやという、楽だわぐらいなそんな感じで、いいこともあるんですが、もう問題は風ですよね。台風でなくても風の強い予報が出たら今日のお話そのまま使っていただいたらいいんですけども、やっぱもう風が吹くとね盆栽は、倒れたら枝が折れる、鉢が割れる。で棚の上で倒れるぐらいだったらまだいいんです。棚の上から落ちるみたいなね、そういうことがあったらやっぱ盆栽ちょっと高い場所に置いた方がいいっていうことで高めに置いてる方が多いとは思うんですけど、そういうとこから落ちると勢いづいて落ちるとなると鉢大概割れますわね。運よく割れない場合もありますけど、で枝も勢いづいて落ちたらちょっと倒れて済む枝の折れ方とやっぱ落ちての枝の折れ方とはまた違うと思うんで、そういうためにはこれね単純に台風の予報が出たとなったら、棚から下にもう完全に下ろすと、もう地面に置いとけば棚場が多少風よけにもなりますし、地面に置いてたら倒れるだけで落ちるってことがなくなるんで、とりあえずねこういう特に倒れやすいような木は下に置いときましょう。あと小さくてねこういう形じゃなくて小さいのはそのだけ軽いので、それも結構倒れる飛ばされる可能性高いんで、そういうのも下に置くだけでもだいぶ違います。で下に置いて倒れるのももう嫌だという場合はもう室内に取り込むとかそんなんもいいんでしょうけど、下に置いたらまた持ち上げるのが面倒だし、もう普段からもう風の予防しときたいなと、台風の時だけでもいいんですけど、そういう場合はこういうね紐なんか使って、この木を縛っていくと、でちょっとこんな感じで結んだらいいんじゃないか、どんな結び方でもいいんですけど、こうねギュッと何でもいいんですけどね、一箇所では不安だなと思ったら2箇所ぐらいね。これだけでも全然違いますよね。もうちょっと強く押さえたかったらどうだろうな、これで十分か。もうちょっとでも多少こういうとこ結んでみましょうかね。だったらちょっとキュッとなりますかね。こんなもんもうそれぞれのお家のね棚場に合わせた予防法でいいですけど、なるべくキュッとねした方がこれだけやったら無理やりやりゃねこう動きますけど、倒れにくいと思います。これぐらいやればね。もっと他なんか引っ掛ける場所があってもう
もっと入念にやりたい方はもうまたそれぞれの棚場でやってもらったらいいんですけど、これぐらいでもね、幹にあんまり巻きつけたら皮が剥がれちゃうんで、幹はうまく避けながら、はい、こんな感じで祝えてもらったらいいかなと思います。だいぶ倒れにくいですよこれ。はい。台風対策、簡単な感じのお話ですけども、これから予報が出た時はこうやって紐で固定するか、台風の直前だけ下に下ろして台風が去ったらまた上に上げるとか、そんな感じで対策していただけたらなと思います。では本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷温泉4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。